私はウプ主、この動画を見てる君は選ばれし者。第15回ウディコンの作品を紹介していきます。アシスタントの、キュービタアイコンです。ウディコンとは、無料のゲーム制作ツール、ウルフ RPG エディターを使った、フリーゲームのコンテストです。それでは行ってみましょう。最初に紹介するのは、カエルはカエル、です。見ての通り、サウンドからグラフィックまで、GB 風の雰囲気で統一されているのが特徴です。GB へのこだわりと、技術力を感じますね。GB、銀河伝説の糸に出てきた犬ですか？目を閉じれば思い出す。スーパーマリオランド、星のカービィ、ビタミーナ王国物語。そんな思い出も時と共にやがて消える。雨の中の涙のように。操作は主に方向キーでの移動と、ジャンプ、ベロ伸ばし、ポーズです。ベロ伸ばしについては、おいおい説明します。ステージは少なく、アイテムもやり込み要素のコインくらいと、シンプルかつコンパクトにまとまっています。このナルトみたいなものにベロを伸ばすと、空中ジャンプできます。うまく連続でジャンプできると、もう気が狂うほど気持ちええんじゃ。見た目は可愛いですが、クリアするには練習が必要です。あと終盤では、初見ではミスするのが前提と思われる場面が、ちょっと目立つかなとは思いました。とはいえ、決してクリアできないバランスではありません。本格派なアクションなので、ゲームパッドを用意してプレイしましょう。そこそこ歯応えがあるレトロゲームをしたい人、可愛いゲームがしたい人はやってみましょう。お次はこれです。女神の迷宮。外見やクラスを選んで冒険者を作成し、ダンジョンを攻略していく RPG です。あらかじめ、指定されたフォルダに自分で用意した画像を入れておけば、好きな画像を、キャラグラフィックに設定できますぞ。クラスは、物理攻撃タイプのファイターや、回復魔法が得意なメディックなどがいます。私のおすすめはグラップラーです。スキル、ダダッコ剣の連続攻撃が爽快です。ダンジョンでは、バラエティ豊かな装備品が拾えます。時々、性能にボーナスがついているものも、出典は歴史上のものから、ゲームとかのパロディまで様々。例えば、マルタ、バスタードサブマシンガン、TNT パラノイア、などなど。さっき装備画面にグルメスパイがあって見えたんですが、大丈夫なんですか？商標名は、紛らわしい使い方をしなければ、大丈夫なはずです。多分。本作はパロディやオマージュが豊富ですが、その中でも特に賛否が分かれそうなのが、この、ビムロッテ、です。某有名 RTA 芸人が転生して、お嬢様になったという設定だそうで、私は面白いと思いました。親父殿が愚弄されてるみたいなんすけど、いいんすかこれで。親のシシデノは、すだちのための通過儀礼だぜ。広角とギャグゲーっぽいですが、話の本筋は割と真面目です。戦闘で、仲間の妖精が助けてくれるのがいい救済措置になってますね。装備や編成が甘めでもなんとかなります。ダンジョンは広くてややだれ気味ですが、探索、期間、準備のサイクルが結構楽しいですぞ。次は、6、特殊事件対策係、です。マス目移動式のマップで、怪物を銃や斧で撃退しながら探索し、廃村の謎を調査していくというゲームです。おい、それってよと思ったあなたは大正解。本作は、RPG スクールで一世を風靡した、伸びはざスタイルのゲームです。主人公は、前作に引き続き、ゆうちゃん。前作では普通の、女子大生でしたが、今作は訳ありな事件担当の捜査員っぽい人に。前作というのは、第13回ウディコン作品の、ユーマファイル、ですね。そちらは章ごとに主人公が異なる群像劇のようなスタイルでしたが、本作はゆうちゃん一人を操作します。ちなみに、前作のスズネちゃんは今回も出てくるんですか？スズネちゃんは出てこないんだ。悔しいだろうが仕方ないんだ。前作もそうですが、キャラチップや1枚絵などグラフィック面が見どころですね。あ、今拾ったマジカルキノコは最大体力が伸びる効果があります。隠されたキノコもあり、これを探すのも結構楽しいですぞ。昔、ヒッピーの間で流行ったキノコじゃないですよね。雰囲気はホラー風ですが、主人公が怪物の肉を平気で食べたり、ノリが軽いので、それほど怖くはないかも。土の子を探そうとしたり、拾い食いしたり。ゆうちゃんはひょっとしてネイキッドスネークじゃないんすか？調べると攻撃が同じキーなので、物を拾う時に無駄打ちすることがあったり、操作などに少し荒削りな点が見られますが、グラフィックなどは注目です。また、時折ギミックもあります。特に面白いのは、おばさんステージですね。
武器を奪われた状態で、操作キャラを交代しながらおばさんを避けて探索します。ここはホラーあり、適度な謎解きありで楽しいですね。適度といえば、弾などのアイテムの数、配置も絶妙だと思います。オンラインランキングも対応しているので、挑戦するのもオツですぞ。最後に紹介するのは、門なし行商人の遺跡探索、です。戦闘やイベントの結果がダイスで決まる、ノンマップ型ローグライトです。おい、それってよと思ったあなたは大正解。本作は第14回ウディコンで優勝した、脳筋魔法使いは進学したい、の続編です。今回は商人の BB と、魔法が得意なアイラのペアが主人公。で、肝心の戦闘ですが、初めはわかりにくいかもしれません。基本的に、アイラ、BB、敵、という順番で行動します。実際にはエクストラターンとかありますが、割愛。戦闘で使うダイスは3つあります。現ターンの能力にボーナスがかかる、ステータスダイス1個と、基本攻撃に使う、アクションダイスが2個。ダイスフェイスごとにどんな効果なのか、はたまた外れなのかが決まっています。ダイスというより、バトル鉛筆と考えた方がいいかも。バトル鉛筆って何ですか？実際はこれに加え、特定条件で発動するスキルが絡んできます。ダイスフェイスは、戦闘の報酬や道中のイベントで成長します。ダイスをどう強化して、どのスキルを習得するか、相乗効果を考えつつ取捨選択しましょう。その場の判断力と、計画性が試されるわけですね。ところで片足タックルとか小艇とか、UWF みたいな技構成ですね。エクストラターンを狙うのに相性がいい組み合わせです。ゲーム全体としては、前作より運の要素は減った印象です。さすがにベリーハードだと、運要素が大きいと感じることがありますが。さて本作、ちょっと慣れが必要ですがルールを理解すると楽しくなります。ビジュアル面や BGM もハイレベルでまとまっており、おすすめできます。以上で今回の動画は終わりです。楽しんでいただけましたか？しかし、第15回ウディコンが終わってだいぶ経つのに、なぜ今この動画を？本当はもっと早く動画を作りたかったのですが、新型コロナにポジってしまって。だが、この療養期間が力になったぜ。皆さんも、お体には気をつけて。それでは、